簡単、かわいい、ハロウィンレシピ。普段のおかずを少しハロウィン風にします。12分茹でた、固ゆで卵。半分に切って、そのままでもいいのですが、今回は黄身を取り出します。黄身にマヨネーズ、塩コショウ、パプリカパウダーを混ぜて、パプリカパウダーはなくてもいいよ。丸めて白身に戻しました。お弁当のおかずにもいいね。かぼちゃっぽく爪楊枝で線を入れてみたよ。この海苔パンチで顔をつけます。苦手な海苔切り。海苔を出しておいて少ししけらせると切りやすくなるよ。お化けがジャックオーランタンを持ってる風にしたり、カニカマの赤い部分を使って怖い目玉も作ってみたよ。血走ってるね。寝不足かな？お弁当にもおすすめ。かわいいハロウィン風ゆで卵です。次は天ぷらをハロウィン風にします。ナスは半分の長さに切って縦に割り、下半分に切り込みを入れます。水にさらしてアク抜きします。次は上の方にギザギザの切り込みを入れて、うさぎりんごみたいに下の部分の皮を剥きます。こんな感じです。何かな？カニカマは下の方だけ広げておきます。フォークを使っていますが、手でほぐした方がきれいにできます。下処理したエビに塩コショウを振り、薄力粉を薄くまぶしておきます。そうめんを固めに茹で、冷水で洗い、しっかり水気を切ったら、エビに巻きつけます。そうめんを多くすると大きくボリューミーになって、少なくすると小さくなるので、ここで好きな大きさにします。180度でカリッと揚げ焼きにしました。お弁当に入れても美味しいね。パリパリになった麺が美味しい。天ぷら粉に炭酸水を混ぜて、ナスとカニカマをくぐらせてから揚げます。今回は衣をあまりつけたくなくて、炭酸水を多めに混ぜてゆるくしました。ハロウィンっぽく紫を強調したかったのです。これはうどんです。うどんの乾麺を半分に折って揚げました。よし、ナスも揚がったよ。スライスチーズと海苔で顔をつけます。マヨネーズを海苔の代わりにしてくっつけます。
これはお化けとフランケンだね。正解。次はカニカマにうどんを差し込んで海苔で留めたらほうき。正解。エビのお化けにも目をつけたよ。エビくんに似てるね。そうかな。お弁当にも面白いね。次はいつものちくわきゅうりをぐるぐるミイラ風にしてみます。まずいつも通りにちくわにきゅうりを差し込んで、きゅうりは切り落とさないようにちくわだけにくるくると切り込みを入れていきます。この切り方のコツは、包丁の向きは一定のまま変えずにちくわの方をくるくる回します。広げたら出来上がり。ウインナーでも作ってみよう。小さいちくわを買ったのでウインナーが入らないから先にハサミで切ったよ。幅が太くならないように同じ一定の幅で切っていくときれいにできます。ビヨヨヨヨーン。ビョーン。そのまま巻きつけてもいいし、ウインナーもくるくる切って、隙間に巻きつけてみました。ちくわじゃなくゆでうどんを隙間に巻きつけてから焼いてもいいね。パイシートを細く切って巻いても美味しいね。こんな感じにできました。別の見やすい角度でもう一度。くるくる切るの楽しい。ママ楽しそう。端っこは切り離さないでおきます。巻きつけるときはスポッとかぶせてきゅうりをくるくる回していくと簡単です。あとは目をつけるだけ。マヨネーズでくっつけます。もう子供たちが大きくなってキャラ弁とかはなかなか作れないけれど、こういうイベントの時に可愛く作るのも楽しいね。カニカマであっかんべいにしようとしたけど、全然目立たなかったよ。錦穴子みたいでかわいい。ミイラだよ。かぼちゃがとても安かったので買ってきました。使いやすいように切って冷凍しようと思います。切りやすいように少しレンジで温めました。ついでに今日のおやつを作ろうと思うので、4分の1個は皮を剥いて柔らかくなるまでレンチンします。
飾り用に皮も一緒に温めよう。残りは使いやすい大きさに切ります。冷凍しておくとお弁当にもすぐに使えて便利だし、シチューや煮物、かぼちゃサラダ作りなど楽になります。この小さいかぼちゃは今日のおやつに使うのでしっかり温めました。中をくり抜きます。3年前のハロウィン動画で小さな栗かぼちゃを使った丸ごと食べられる美味しいプリンを投稿しています。旬の時期にたくさん美味しく食べたいですね。柔らかくなったかぼちゃにバター 10g とバターも冷凍してあるよ。砂糖小さじ2を混ぜて裏ごししました。目が粗めなざるを使うと楽だよ。お家で食べるだけだからしっかり潰せば大丈夫だけど、裏ごしした方が滑らかになるね。一緒に加熱した皮を顔のパーツにします。生クリームを泡立ててかぼちゃと混ぜ合わせます。ホイルカップに油を薄く塗り、餃子の皮に切り込みを入れて、カップにのせたら、上からも油を薄く塗ってトースターで焼きます。冷凍してある庭のブルーベリー、蜂蜜を入れて、豆乳も少し投入したらブレンダーで潰します。味を見て蜂蜜を少し追加しました。残っている生クリームに混ぜます。ハロウィンっぽい色になりました。餃子カップに入れて冷蔵庫で冷やします。かぼちゃは絞り袋に入れて餃子カップに絞ります。美味しいクッキーがあるのでクッキーにつけながら食べよう。顔をつけてピックも刺してみました。これ札幌農学校の北海道ミルククッキーの割れたとこ。ちのとやの工場直売店でたくさん入って500円。午前中に行くと買える時があるので買ってきてすぐに冷凍しています。このクッキーは冷凍庫から出して5分くらいするとサクサクに戻るよ。さあ食べよう食べよう。次からまたお弁当作りの動画です。ご視聴ありがとうございます。またね。